にちは、デザインドリップです。今回はフィルムフレームデザインのインスタバナーの作り方を説明します。はい、それでは始めていきます。まず背景から作っていきます。背景レイヤーをダブルクリックして普通のレイヤーにします。さらにダブルクリックをしてカラーオーバーレイで EAB995 のオレンジにしていきます。あらかじめダウンロードしておいた水彩テクスチャーを Photoshop の方に持っていきます。横幅を1100ぐらいで配置します。位置はお好みでいいんですが、だいたいこんな感じでいいかなと思います。こちらの描画モードをハードライトにして 100% のままで大丈夫です。さらに色を濃くしていきたいので、背景レイヤーをコマンド J で複製して水彩テクスチャーの上の方に持っていきます。で、こちらの塗りを0にします。カラーオーバーレイをダブルクリックします。で、色を FFFAF1 の薄いベージュにして描画モードを焼き込みリニアに設定します。するとこんな感じで薄いオレンジのテクスチャーになりました。次に背景の写真枠を作っていこうと思います。長方形ツールを持って適当なところをクリックします。大きさを 610×400 にして長方形を作成します。こちらと背景レイヤーを同時に選択して左下の方に揃えます。で、こちらに写真を入れていきます。あらかじめダウンロードしておいた葉っぱの写真1の方を Photoshop に持っていきます。大きさはこのままで大丈夫です。で、適当な位置に移動してオプションでクリッピングします。お好みでいいんですが、だいたいこんな感じでいいかなと思います。で、こちらの色を調整していきます。色相サイドのレイヤーを作ってクリッピングします。で、色相を-5、サイドはそのままで明度を+10に設定して OK します。するとこんな感じでちょっと浅い感じのグリーンになりました。で、こちらにさらにノイズのテクスチャーを重ねていこうと思います。あらかじめダウンロードしておいたノイズのテクスチャーを持っていきます。大きさはこのままで OK します。位置をちょっと左の方にずらします。こんな感じでいいかなと思います。これでオプションでクリッピングします。で、こちらの描画モードをハードライトに設定し、不透明度を 20% にして OK します。そうするとこんな感じでちょっと質感が与えられました。今度は右上の方にも写真を入れていこうと思います。長方形ツールを持って適当なところをクリックします。で、大きさを 150×300 にして OK します。で、こちらと背景レイヤーを同時に選択して右上の方に整列します。で、こちらを選択した状態であらかじめダウンロードしておいた葉っぱ2の素材を Photoshop の方に持っていきます。で、こちらの大きさを横幅500ぐらいにします。大体で大丈夫です。で、オプションでクリッピングします。位置はお好みで大丈夫です。今回はこんな感じにしてみようかなと思います。先ほど用意したノイズのテクスチャーをコマンド J で複製して一番上に持っていきます。そしてオプションでクリッピングします。で、こちらの位置を右上の方にずらします。ちょっと拡大します。右上の写真にもこのようなノイズが入りました。はい、こちらで背景は完成です。はい、次はフィルムフレームの部分を作っていこうと思います。あらかじめダウンロードしておいたフィルムフレームの素材を Photoshop で開きます。今回はこちらの左の部分を使うので、長方形選択ツールを持って一番左のフレームだけをこのように選択してコマンド J をします。こちらの複製したレイヤーを元のドキュメントに持っていきます。で、こちらの方はもういらないので消しておきます。こちらのフレームを右クリックからスマートオブジェクトに変換します。で、こちらをダブルクリックします。自動選択ツールに持ち替えて許容値を50、隣接のチェックをオフにして白い部分をクリックします。そしてバックスペースで消します。で、コマンド D で選択範囲を解除します。するとこんな感じになりました。さらにこちらのフレームぴったりにドキュメントサイズを合わせたいのでイメージのトリミングをクリックします。で、こちらの透明ピクセルにチェックが入っているのを確認して、で、こちらは全部チェックが入っているのを確認して OK します。するとこんな感じでオブジェクトのサイズに合わせたトリミングがされました。こちらで保存します。ちょっとこちらだと大きすぎるのでサイズを変えていきたいと思います。オプションコマンド I を押して画像解像度を設定します。こちらの鎖型のアイコンがオンになっているのを確認して幅のところに550と打ち込みます。550ピクセルですね。こちらで OK します。ちょっと拡大します。で、こちらで保存します。するといい感じの大きさになります。
ちょっと拡大します。ちょっとこの縁の部分が黄色いのがはみ出ているので、こちらを削除するためにちょっとまたさらに調整をしていきたいと思います。こちらのフレームの方に行ってコマンドを押しながらこのサムネイルをクリックして選択範囲を作ります。選択範囲から選択範囲を変更、縮小をクリックします。そしてこちらの量を1ピクセルにして OK します。この状態でコマンド J を押します。で、下のレイヤーを非表示にします。そしてこちらで保存をすると、こんな感じではみ出ていた部分がなくなりました。こちらでこのドキュメントを閉じます。今適当な位置に置いておきます。今度は写真を入れる枠を作っていきたいと思います。ちょっと拡大します。長方形ツールを持ってこの枠からはみ出さないように四角形を描きます。こんな感じです。で、こちらをフレームの下の方に持っていきます。拡張します。で、こちらをコマンド J で複製して下の方にも持っていきます。で、こちらの四角形からフレームまでをグルーピングして、フィルムなどと名前を付けておきます。今度はこちらに写真を入れていきます。上の方の枠を選択した状態で、あらかじめダウンロードしておいたモデル画像を持っていきます。大きさはお好みでいいんですが、今回は上を580ピクセルぐらいにしていこうと思います。大体で大丈夫です。で、こちらでオプションを押してクリッピングします。こんな感じでいいかなと思います。で、こちらの色を調整していきます。明るさコントラストのレイヤーを作ってオプションでクリッピングします。で、明るさを20、コントラストを10にして OK します。するとこんな感じでちょっと明るくなりました。さらにこちらにテクスチャーを重ねていきたいと思います。背景の葉っぱの写真の上に使ったノイズのテクスチャーを選択してコマンド J で複製します。で、こちらを今作った明るさコントラストの上の方に持っていき、オプションでクリッピングします。するとこんな感じでちょっとレトロな写真っぽい雰囲気になりました。今度は下の枠に写真を入れていきます。こちらのモデル画像からテクスチャーまでを選択してコマンド J で複製します。そして下の枠の四角形の上の方に持っていき、オプションで全部をクリッピングします。で、こちらのモデル画像の大きさを変更していきます。お好みでいいんですが、今回は横幅920くらいにしていこうと思います。配置もお好みでいいんですが、ちょっと頭の上の方が切れるぐらいにしておきます。はい、こちらで大丈夫です。で、こちらのグループを変形させていきたいと思います。まずドキュメントの左上の方に揃えていきたいと思います。大体で大丈夫です。こんな感じでいいかなと思います。で、こちらから右に40ピクセル移動します。シフトを押して1234。で、上に20ピクセル移動します。シフトを押して12。こんな感じでいいかなと思います。ちょっと下の方のノイズのテクスチャーがずれてしまったので、ちょっと下に下げます。はい、こんな感じでいいかなと思います。で、こちらを傾けていくんですが、バウンディングボックスの右上をクリックして変形モードにします。で、こちらの角度のところに-3と入れます。そして OK します。するとこんな感じで傾きました。こちらからさらに右に10ピクセル移動したいと思います。シフトを押して1。もうちょっと上に移動しようかなと思います。5ピクセルほど今上に上げました。この辺はお好みでいいと思います。はい、こちらでフィルムフレームの部分は完成です。はい、最後にテキスト周りを作っていきたいと思います。フォントは Orpheus Pro。こちら Adobe フォントにあるものです。こちらのレギュラー。大きさは100ピクセルで、トラッキングは0。色は真っ黒000000で、大文字でサマーと書きます。で、こちらの方をカーニングしていきます。はい、こんな感じでいいかなと思います。で、こちらのサマーのレイヤーをコマンド J で複製して下の方にずらします。今度はこちらのウェイトをミディアムにして大きさを130ピクセルに変更します。で、こちらで大文字でブラックと書きます。こちらのサマーの方を選択してガイドを左右に引きます。ガイドはコマンド R で出てきます。こうやって引きます。ちなみにガイドがピタッとくっつかない場合は表示のスナップをチェックしてスナップ先の全部をチェックすればこちらのテキストレイヤーにピタッとくっつくような形でガイドを引くことができます。で、サマーにガイドを合わせたらこちらのブラックを選択して
調整していきます。 L と A の間を開けたり、A と C の間を詰めたり、 C と K の間を開けたり、ちょっと適宜調整してください。こんな感じでいいかなと思います。一旦ガイドを非表示にしておきます。コマンドとコロンで表示非表示ができます。次はアウトフィッツという文字を書きます。フォントはハイサミット、こちらフリーフォントです。リンクを貼っておきます。こちらのレギュラーでサイズは90ピクセル、トラッキングは0、色は同じく真っ黒で、最初だけ大文字にしてアウトフィッツと書きます。で O と U の間がちょっと空いているので2つぐらい詰めます。はい、こんな感じでいいかなと思います。次はショップナウというボタンを作っていきます。長方形ツールを持って適当なところをクリックします。 220×50 の長方形を作成します。塗りは真っ黒000000で OK です。でこちらにショップナウという文字を書いていきます。はい、次のフォントはソフィアプロ、こちらも Adobe フォントにあるものです。こちらのライトで大きさは25ピクセル、トラッキングは200で、色を真っ白 FFFFFF の真っ白にして全部大文字でショップナウと書きます。でこちらの四角形と同時に選択して中央に揃えておきます。さらにグルーピングをしてボタン BTN などとつけて分かりやすくしておきます。でこちらの文字を配置していきます。ちょっと拡大します。まずこのブラックの文字をサマーの下の方につけます。でこちらから30ピクセル下に移動します。シフトを押して123、はい、こちらで大丈夫です。次はこのアウトフィッツの文字をブラックの下につけます。こちらから30ピクセル下に移動します。シフトを押して123、はい、こちらで大丈夫です。次にこちらのボタンをアウトフィッツの下の方につけます。でこちらから30ピクセル下に移動します。シフトを押して123、はい、こちらで大丈夫です。さらにこちらのブラックとアウトフィッツとボタンを選択して中央に揃えます。はい、こちらで大丈夫です。さらにサマーも選択してグルーピングしてテキストなどと分かりやすくしておきます。はい、ではこちらのテキストグループの配置を整えていきます。こちらのグループと背景レイヤーを同時に選択して縦位置を中央に揃えます。そして右に揃えます。でこちらのグループ、テキストグループだけを選択して左に50ピクセル移動します。シフトを押して12345、さらに下に50ピクセル移動します。シフトを押して12345、ちょっと背景を白にして確認してみます。はい、こちらで完成です。最近このようなフィルムフレームのデザインを見かけるので今回作ってみました。ポイントはテクスチャ使いです。ちょっと引っかいたようなノイズのテクスチャを重ねることでレトロなフィルムカメラの粒子感を出しています。またタイポグラフィーもポイントです。流行の細身のセリフ体と手書きの文字の組み合わせ、またボタンは3セリフ体にしてちょっと変化をつけています。ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございました。